オス西月歩塩田正宏です。今日も大谷先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、何でも技を再現できるっていうことをお聞きしたので、すごいですよ。やっぱり僕、塩田剛三の映像をこう、今でもこう、その頭の中でこういろいろ、もう全部ね、残ってるので、肩を持たれた時の操作って引かれた時、押された時とかでこうやり方を変えてるんですよ。先生の解釈でいいので、どうやったらそういうような現象が起きるのかっていうのをお聞きしたいなと思ってまして、ちなみに道着って着たことありますか？もちろん、あります。申し訳ないんですけども、ちょっと道着を着ていただいて、再現していただけたらと思います。短いかもしれないですけど。ではすみません、今回失礼します。塩田剛三先生の技を蘇らせれるっていうことですか？あくまで、私の解釈です。こういう解釈、形をすれば、できるかなという。解釈は本当にいろいろですし、まあそうですね。だからそうなるとね、だから塩田剛三のうち弟子はそんなんじゃないっていうね、こともあるかもしれないですけど、でもいいんですよ。塩田剛三のね、弟子もみんな解釈が違うことは皆さん理解しなきゃいけないんですよ。一人一流っていうんですかわかんない。みんな違うということで。なるほど。でもね、考えるきっかけになると思いますから、で、先生、この塩田剛三のこの動画なんですけども、ちょっと見ていただけますか？まあこう伸びてるね。これはこれでこれが入り身のあれなのね。こう伸びてるときはこれいかないとこっち来ちゃうから。これでいい。だから伸びてるときが一番簡単だ。これだけ暴れるわけ。だからこれが今度は少しこうなってる、こうなってるでしょ。大概こうなるんです。これはもうダメだね。これを下ろしてください、これを。そして楽に姿勢を取ると。これで向こうへ出っ張らない。だからいかにこうなるっていうのが弱いから。塩田剛三の黒帯会という研修で、黒帯の方だけ参加できる、稽古なんですけども、これは入り身について練習をしていて、こういうような崩れ方になるんですよ。いや、これを先生、どうやってるのかみたいなことを、ちょっとね、すみません。最初はあれでしたね、こう突っ張ってる場合って言ってましたね、今。そうですね。これもう本当動かない。こういう状態からスタートですよね。ここで押しても多分こう崩れないし、崩れる際は腕だけ落ちるパターンになると思うんですけど、で、先ほど塩田先生のこの動画の方ですよね、動きを見てると、手をこう伸ばされてたんですね。こう曲げたり伸ばしたりをされてたんです。で、ここで自分の体が動かないようにして手だけ伸びるとちょっとこう関係性が変わるんです。関係性がこのどのように変わってるんですか？これどういう表現をすればいいんですかね。その相手がこの力、今ここを押されたらこういう風に耐えたらいいかな、ここを押されたらこういう風に耐えたらいいかなっていうのがあるんですけど、これがただこうやって押されるよりもここにある手がこう伸びた時って関係性の変がちょっと追いついてないんですね。で、その時に私の体幹が動いちゃうと、これ変わったなって気づくんですけど、ここを変えないままふっとこう伸ばしちゃう。そうするとこういう感覚になる。そこで本当に形がいや、びっくりした。まんまじゃないですか。本当に？でも、この手の移動大事で、ここやってだったら、脳が追いつくんで、僕の。追いつかないんですよ。だから 0.3 秒の処理ができない。追いつくバージョンちょっとやってみていいですか？追いつくバージョンっていうのは、こう動かした時に自分も動いちゃうパターンですね。触れられてるとこの持たれてる襟から情報が伝わった場合です。動かすよって。ですると、ここに力をどんだけかけても、だから体幹使ってもいかないんです。よくある、この自分が浮いていっちゃうんですよね。こう技をかける側が、だってここで僕抵抗してこれ動くわけがないから。そうですね。なので、ポイントはこの腕を伸ばすときに、ここの接触点から情報がいかないように、腕だけ伸ばす。手だけ伸ばす。すごっ！マジ。という解釈です。私の解釈です。この触れてんのも、下に押しながら触れてっちゃいけないんですよ。本当に何されてんのかなっていうぐらいな。さすられてるぐらい。さすられてるすらもないぐらいですか？いや、本当によくやってる、本当に皮膚に触れてるようなだけみたいな感覚。これ、岩本さん、ちょっと受けてみてください。準備しといてください。そんなわけがないんだから、もう。剛三先生はすごいんだから。お願いします。お願いします。失礼します。失礼します。じゃあお願いします。触っちゃっていいですか？ここに触れてる。そうですね。ここに触れてる。落とす。いかないですね。っていう感じを、ここから、こうですかね。ここに
かからないですね。ちょっと多分感覚がちょっと違います。ほうほうほうごめんなさい。はいこうなっているところから、ここですかね。この辺か。この辺か。で、ここに。なるほど。ちょっと今ね、質が悪かったですね。今のは、最初は何が起こってたんですか？最初はちょっと、今持たれてた力に、多分私がちょっとこう受けてたということと、先ほどの塩田先生とちょっと感覚が違ったので、同じ動きをしたときに、私がちょっとこう反ってたんですね。これで、この影響が出て、これ感じ取れてたそうですね。はい。体が反応してたのでかからなかったんですよね。なのでちょっと意識的にも私、この肩と肋骨をこう分けたんですね。分けて、さらに影響がこう出ないようにした。でこれによって多分この変化が感じにくくなったので、ここで落とすと、いうことですかね。先生、初見ですからね。今、技も初見ですから。そうですね。で、こういった場合、こうすればいいっていうのも、お分かりになって、逆にさっきの書かなかったのを使わせていただきます。岩本さんにこの2回目かけたときは、ここの、何ですか？そうですね。僕も味わいたくて。肩と肋骨の間ですよね。ここが今私ちょっとこう、岩本さんにかけたときは、くっついてたんですよ。この相手の押す力を受けてたわけですね、私が。なので、受けてる状態で腕を伸ばすと、ここから情報が伝わるんですよ。これを結構しっかりめに押していただくと余計に同じことが起こりやすいんですけど、でこれを、ここの肩と肋骨の部分をこう分けちゃうんですね。分けちゃう。これを分けると、もう、この腕の曲げ伸ばしと体幹が明らかにこう別物になるので、ここを分けた状態でこう伸ばしてかけると、かかりやすくなる。ということをやりました。はい。いや、これ、めちゃくちゃ信憑性あるですね。すごいですね。胸とか腕らへんの動きを相手に見せないために、あえてデカめの道着着てたっていう都市伝説があるんですけど、それをやるためだったのかなとか今思いました。相手にこの辺を見せないっていうか、感じさせないみたいな。その塩田剛三はね、いろいろなパターンでやってましたね、今の動画を見ると。だからこう突っ張った状態じゃなくて、こう、引いてきてる状態もあるんで、ここがもう完全にもう曲がってる状態なんですよ。なのでそれだとさっきみたいなことはそうですね、やりやすくなる、やりにくくなりますね。ここの変化がまずこう関係性が変わらないので、腕の曲げ伸ばしをすると多分ここでもこういかない。おそらく違うことをやりたいですね。相手が引っ張ったっていうことをできれば利用したいです。相手が引っ張った力をうまく逆にここから返していく。わ一緒や一緒やっていうことが入り身になったのかな。最初ちょっとね、傾向僕ちょっと止めてたけども、こう、やっぱり弾いてるところに合わせていってたから弾かなきゃダメですよ。なので、ゆっくり、こうやって、今僕止めてたんですけど、じゃなくて、こう流れてるところですよね。こう、弾いて流れてくるところに。そこに合わせちゃう。相手の力をそのままこう入れちゃう感じですね。そこからもう、楽になります。すごいな。合わせちゃう。僕、側面になってるからあんま見えなかったんですけど。こう相手が引っ張っていただくわけですよ。で、ここで引っ張る力がこう今、私のこう、道着から肩にかかってるわけですね。この肩にかかってる力を肩から自分の肘で前腕と流していく。で、それとこう相手の肘にこう。で、今、塩田先生が引っ張る力が、こういうルートを通って、そうですね、塩田先生の肘に返って、そこからこう動いて。だって言ってることもね、塩田剛三と自分に返ってくるっていうことをよく言うんですよ。そうなんです。返ってきてますよ、押したじゃん。お願いします。そうですね、ここでちょっとこう引っ張る力が、止めないこれ今私こうやって耐えるように立ってるんですけど、耐えてる時っていうのは今こう道着が引っ張られてますよね。この引っ張られてる力をどうやれば肩からこう肘にこう返っていくかです。ですると今大下さんが引っ張っていただいた力がそのままこういうルートで返っていくので、そのまま混ぜます。ということをやってるんじゃないかというふうに考えます。すごい。なんかもしかしたらこれが塩田剛三先生がやっていたやり方かもしれないよっていうやつですよね。で言ってることもね同じですし、この塩田剛三でこう両手持たれて、しかも結構手を持ってね塩田剛三できるんですよ。すいません、これ今初めて言いますけど初めて言いますけど、こう片手ですよ。でこれ片手、塩田剛三の再現を見たいので、こう片手で、こっちはその指までって気が通るようにしなきゃいけないなっていうことで、指をこうちょっと鍛えてね、張る練習をしたりするわけですけども、それでもまだこううまくいかなくて、これやっぱ握られてる方が痛いんですよ。やっぱ握力がね、内弟子の人強いから痛いって言ってて、この状況でどうやってやるのかなって。これ動画あるんですか？
まあ、ありますあります。動画見ました先生は。いや、先ほど見せていただいた動画ですかね。ないですよ、多分。あるのかな仕方がわかんないけど。はい、結構。まあまあけど、じゃあちょっと、はい。これで、もはや合蔵先生も見てない状態でこれをどうするんですかっていう。説明を、はいまあ、いただいた中でということですよね。あれば動画流します。そういう動画。どうぞ。はい。はい。さっき言ったようにこれが紫色になってこう痛みを感じてちゃいかん、これだともう痛くないね。ですね。まあ、例えば、まあ、同じですね。さっきのじゃあ、ここの向きを使いましょうか。肩を押さえられた時と同じように肩をこう肋骨を分離させる。分離させる。ですると、相手のこの押さえてる抵抗が体幹に影響しないんですね、私の。影響しないと、なんか崩せるんじゃないかな。ちょっと握手落としみたいな。ちょっと、さっきからずっと聞いてたけど、肋骨、はい。どうやってやってるんですか腕ってこの今鎖骨肩甲骨そこから上腕骨というふうにつながってるんですけど、ここと肋骨が一体化をしちゃうと私が動いた動きが体幹を動かしてもそうですね、伝わってしまう、伝えたくないタイミングで伝わってしまうんですね、それをここ肋骨とそれから鎖骨肩甲骨のパーツをこう分けてしまう。鎖骨肩甲骨を動かさずに肋骨をちょっとこう下げてやる感覚みたいなのが出てくると、これで私のこの体幹の動きがダイレクトには伝わらなくなるんですよ、で伝わるタイミングを私がコントロールできるようになるわけですね、でここで十分な加速をしてから伝えると相手に対して出力がかかりやすくなる。ギリギリまで体の力を隠して、最後にガチっていくから、グッと効いちゃうっていう。はい。面白い。はい。お願いします。いや、もう手でいいんですよ。これじゃないからね。ここだからね。こう。塩田小僧もここでやってるから。いや、わざわざ疑ってないですよ。いや、ありますよ。塩田小僧やってます。普通に押すと多分こうやって動いた瞬間に体を使っても、ここにちょっと動いたら影響しちゃうんです。これちょっと分けちゃう。そこからかかるんじゃないかな。重いですよ。いきなりグッてくるっていう感じなんですいや、本当にずしってくるんですよ。いきなりゴーンとくるっていう。どっか分離してたらなかなか来ないのかなって逆に思ってたんですけど、どっか統一してここに乗せれるのかなっていう部分はあったけども、逆に分離してる。そうですね。ってことですね。分離をさせて、これ機関車の説明なんかをされることが結構あるんですけど、機関車先頭車両だけこう要は動力を持ってて、で後ろはこう貨車で動力を持ってない。でこれを引っ張るときにその連結器の部分ですね、ここが遊びが全くない状態だと動けないんですよ。ああ、なるほど。ですけどここに遊びがちょっとあることで、その機関車が動いた力が1両目だけに伝わるんですね。でその機関車と貨車の1両目が動いた力が次に2両目に伝わるって形で、だんだんと大きな力が要は後ろの動かないものに伝わりやすくなるという理屈と同じ理屈で、自分が動いてこの加速してない状態のものを伝えようと思っても、もうここで止めやすいわけです、でもこれがちょっと分かれるとか1箇所増えて、ここが動いた時にこの加速が肩に伝わる、それが別に肘に伝わる、でさらに手首に伝わるっていうと、だんだんこう相手が動く前にここの加速度がどんどん上がっていってるわけです。で相手が受けた瞬間にはもうそのある程度加速されたものがこう加わる、力が加わるので動きやすくなっているということが起きています。理屈では分かるんですけど、それは1日でなんとかなりますか？これはそうですね、その1日で何とかするためにはまずこのいかにちゃんとこう分離をさせてやるかっていうところですね。ここの分離の練習をしっかりやれば、ある程度の形にはなると思います。塩田小僧の映像見てたら、やっぱなんかここだけ分離してたりすることも、だからあるんですよね。だから構えじゃなくなってる時もあるんですよ。じゃあロバート先生は逆にその張りとかね、沖縄県からでも緩みをなくすっていうことをよく言われるんで、それとは逆のことをやってるんですか？そうですね、今の説明だと逆になると思います。なるほど。で塩田小僧も張りのテンションがない時もあるから、それで説明がつくのかなっていうのがちょっと今分かりました、ね、緩みを持たせることで強い力を発揮する、大谷先生、それは何のエッセンスっていうか、何で学ばれたんですか？そこは私はあれは太極拳だと思ってます。私が教わった太極拳だと思います。はい。いろんな言葉でこう陽血という言葉があって、それでこう例えば肩と胸を抜きましょうみたいな言葉があるんですけど、その脱力っていうものがどういうものかっていうのを、私なりにこう試行錯誤して検証すると、こういうことをやってるんじゃないかなというふうに考えました。
先生ね、低い状態でも大丈夫。先生世代になっていただいて、僕の方が高い状態なんですが、で、重さを乗せることができるじゃないですか、ここに。そうですね、重さを乗せることはできます。ただ、これ、重さを乗せるっていうと、どうしても、こういうイメージをするじゃないですか。これって実は重さは乗らないんですよね。これってこう分離してるっていうのは、こうなんですよね。でその時に、要は、ここに乗せるというよりは、自分の重さをまずこうちゃんと作り出す感じです。ここを分離させる。肩と肋骨を分離して、肋骨を下げてやること。重い。私の重さがまずこう重力しっかり引かれてる状態です。これができてから、手の方に流しちゃう。という感じだ。それで最初に教わったその軸を整えるっていうこともこうやっぱつながってくるので、両方大事ですね。両方大事です。末端の操作も大事だし、その軸を整えること、でそれを合わせていけば塩田剛道の動きも他の武道の達人の方の動きもできてくるんじゃないかということですね。先生塩田剛造先生こうやってこっち掴まれてこうなるやつ。仲いいですねつって剛造先生がいてわーって笑い起こるやつ、あれどうでしょう。こういうこれは一緒にこの人は仲悪くない、悪いですちょっとこれをひょってはい、やってみましょうか。やってみましょう。すごいな。あれ逆です。僕が持たれてるんですよ。だからさっきの先生の、こっちを抜いてやるっていう動作と、で、星田さん。そうですね。多分これをこうやって普通に引っ張るとこうなっちゃうので、動かないですよ。はい。こういう体をこう使ってやって。そこからこう動く。おお、すごいちょっともう一回。はい。これ普通に引っ張ると多分こんな感じですけど、なんだらちょっと足を前後にしていただくと多分引っ張れないです。より強固に。でもここの要はこの状態で私はこの体で勝負をしたくないので、この接点だけの勝負をさせる感じです。これすごい。本当にマジか。ぽい。これでね、よく見ますよ。でもやっぱその塩田剛造の子見てると、その足の軸もこれやっぱ大事なんだと思っていて、先生今足とかは、今の理屈でやるとあまり考えてはいないんですけど、足を使うと、じゃあうまいんですが、いいですか。足を使うとおそらくもうちょっと違う理屈になります。なんで、この接点でどうこうではなくて、この2点の力をこう足でうまくこう、足で取っちゃう。そこからこんな感じになるんじゃないかなと。これ足を使う。今のは食らう側はなんとなく感覚は違うんですか。違わないです違ね。わないです。違わないんですね。相手の力をどこで処理するかという話で、それがここで処理するのか、こっちで処理するかという話なんですけど、やってることは基本的に相手の力をちょっとこう受け入れてるわけです。これがここまで受け入れられるのか、ここまで受け入れられるかの違いなので、もしかしたら近い感覚になるかもしれないです。ちょっと手を切って。足を使わない場合足を使わない場合だと、もう普通に立ってて、もうこんな感じで普通に立ってて、この手を要はこのまま引っ張るのではなくて、接点側だけふっと抜いちゃうと、待って、接点だから今接点で動かしたいなんで、こっち方向に動かしたいので、こっち方向に動かすためのここの接点ですね。今この触れてるこの人差し指と親指のこの輪っかのところのここの接点を、そこだけを抜く。なるほどね。はい。するとこんな風に動きやすくなりますね。いよいよまた難しくなってきたぞ。ねえ、だからか。いやでもそのはずなんですよ。で4箇条っていうといわゆるここをね、当てるみたいな感じでいくけども、逆に当てて抜いてるんだと思います。最初に当てて抜いてるんだと思うんですよ。わざと当てて。で今先生逆にここが当たってない状態だから、他は当たっててもだからこうされるのかなって、一番やっぱここが触れてるところだったけど、そこが抜けたんで4箇条ってここでやれみたいな感じになるじゃないですか。だからどうしてもここでやるところが全く逆になったという。でも最初当てることで相手の脳を騙してる可能性もあります。ちょっといろいろとなんか考えるきっかけになりました。先生ありがとうございました。ありがとうございました。